はいどうもこんにちは。今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございます。この動画では Adobe Illustrator のスキルをさらに高めたい人に向けて準備として少し基本的なテクニックをご紹介していきたいと思います。ということでこの動画では Adobe Illustrator の英語画面を使って RPG とかで出てきそうなこんなスライムモンスターの描き方をご紹介していきます。英語画面に慣れれば後で紹介するクリエイターに役立つサイトやプラグインにも適用できるようになりますし、海外から仕事を発注できたりもしますのでおすすめです。もし私のコースを初めて見る方はおそらくチュートリアルのスピードが速いと感じるかもしれませんが、なるべく多くの作業をシンプルに伝えられるように短く動画にまとめております。もし少し速いと感じる場合は再生速度を遅くしてみたり、もしくは動画をその都度止めながら手を動かしていくようにしてみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。今回は簡単なスライムのイラストを描いていくのですが、まずイラストレーターの画面を立ち上げた状態を映してます。ここで新規作成をすると新規ドキュメントが作成されますので、ここでまずは作品の名前を付けておきましょう。今回はスライムで OK。 そしたら続いてですが、作業するスペース、つまりアートボードのサイズを決めていきましょう。その前にアートボードのサイズのメニューバーですが、ここの単位はピクセルにしておきましょう。そしたら Width で横幅、そして Height で縦幅の設定ができますので、今回は 600×600 の正方形で作成していきます。正方形だとインスタに投稿しやすいです。ということで他に高度な設定としてカラーモードの指定ができるのですが、ここでは RGB カラーに指定しておきましょう。これはレッド、グリーン、ブルーの3色で表現されたカラーモードです。そしたらこれで作成していきましょう。ということでここにお絵描きをしていくことができるのですが、設定をいろいろと調整していきたいときはイラストレーターの環境設定を開きましょう。ここで一般設定だったり単位のところでピクセル入力の設定を確認できますので、今回はこんな感じでピクセルポイントポイントでOK としましょう。さあということでここからイラストを作成していきます。まずはじめに長方形ツールを使って背景を作成していきましょうか。フリーで描いてもいいのですが、今回は画面をクリックしてちゃんとサイズを決めて作成していきましょう。縦と横を600にするとアートボードいっぱいに背景が出来上がります。そしたらこの長方形は選択ツールに切り替えてアートボードに合わせて配置をしておきます。そしてこの正方形の塗りのところをクリックしておいたら背景の色を決めていくことができますね。今回は深い緑色に指定しておきましょうか。塗りと同じく枠線も決めることができるのですが、このコントロールパネルを見ると今は黒になってます。これは上のウィンドウを開いてみると、ここにコントロールパネルにチェックがついているので、コントロールパネルが表示されていない時にはここにチェックを入れておいてみてはいかがでしょうか。さあということでこのメーターを上げることでこの枠線は太く設定することができますね。しかし今回はこの枠線は必要ないので、ストロークの下にあるところで線は表示にしておきましょう。それではこれで描いていきますが、このままだとこの後ろの背景はずれてしまいますね。ということでこの背景は固定をしておく必要がありそうです。ということでレイヤーのパネルのところからここにチェックを入れてロックをかけておきましょう。こうすることでこの背景が入ったレイヤーは書き込んだり動かすことができなくなるのです。そしたらこの上にまた新しくレイヤーを作るためにこの新規レイヤーマークを押すのですが、これはよく使うのでショートカットキーを覚えておきましょう。 Mac はコマンド、 Windows はコントロールキーを押しながら L を押すことで新しいレイヤーが作成されますね。そしてこのレイヤーの名前をダブルクリックするとレイヤーの名前を変更することができますので、ここは自由に名前を変えていきましょう。さあそれではここにようやく何かイラストを描いていきましょう。イラストを描く前に人によっては下書きとかが必要かと思いますが、そんな時はここのブラシツールとかを使ってここに下書きをしていきましょう。線の色でブラシの色を選ぶことができます。ということで下書きを描いていきますが、手書きのものを写真で取り込んでもいいですし、ペンタブとかを使いたければそれでもいいかもしれません。ここら辺はあなたが分かりやすい程度に適当に書いていきましょう。
このままだと某 RPG のモンスターっぽいので、なんか適当に角とかもつけておきます。さあ、とりあえずこれで下書きが出来上がったので、この上にもう一つコマンド L で新規レイヤーを作成しておいて、ここにシェイプを使ってイラストを描いていきましょう。と、その前にこの下書き用のイラストはこのままだと存在感が強いので、このレイヤーはプロパティのパネルの中にある不透明度のところで透明度を下げておきましょうか。さあ、そしたらこれは下書き用ということで、名前をドラフトみたいな感じで書き換えておいてから、これも動かないようにレイヤーをロックしておきましょう。さあ、それではこれからいよいよシェイプを作っていくので、レイヤーの名前を上はスライム、そして下のレイヤーはバックグラウンドの BG として作成をしておきましょうか。それでは一番最初のレイヤーで使うのが長方形ツールの中に入っているショートカットキー L の楕円形ツールです。これでドラッグして月に丸っこい形を作っていきましょう。シェイプを書くときは Alt キー、それから Shift キーを押しながら広げていくと均等なシェイプを作ることができます。ということで今回はこんな感じで円を描いておいてから、この円はさっき作った下書きの上に乗せておきましょう。そしてこの上のところを選択してドラッグすることでこんな感じで形を縮めることができますね。ここで Alt キーを押しながらドラッグすると下の形も同時に縮めることができるのです。さあ、ということでこんな感じで下書きと同じくらいのシェイプが出来上がったら、この線の太さを大きくして今回は5くらいにしておきましょう。さあ、それでは今度は目を描いていきます。これもさっきと同じで楕円形ツールを使って Alt Shift を押しながら円を描いておきましょう。するとこれは線の太さがすでに出来上がってます。そしたら続いてですが、コマンド C でこの円をコピーして、コマンド F でこの円を前面に配置します。前面に配置したので特に変わらなく見えますが、実際はこの円は2つ重なっている状態ですね。ということでこの手前の円は Alt Shift を押しながら小さめに作成しましょうか。これで目玉が出来上がりました。ということでこの大きい方の目を選択しておいて、これは塗りのメニューのところから色は白に指定しておきましょう。そしたら今度はこの小さい目玉を選択しておいてから、ここの矢印を押して色を反転しておきます。そしたらこの2つの目は選択ツールを使ってドラッグすることで2つとも選択することができますね。ここで選択しすぎた場合はシフトキーを押しながらクリックをすると選択を外すことができます。そしたらこの目玉と白目を選択した状態で Alt キーを押しながら左に動かしていくことで一発で複製することができます。この時シフトキーを押すとまっすぐスライドできます。いい感じです。ということでこの2つの目玉を選択しておいた状態で、この目玉を動かすとこの赤紫のスマートガイドが自動的に真ん中の位置を教えてくれます。このスマートガイドが表示されないときは上の表示のところを開いてみて、ここの中からスマートガイドにチェックを入れておきましょう。こいつは大賢者並みに超役に立ちます。さあ続いてはスライムに口を描いていきたいので、今度は角丸長方形ツールに切り替えていきましょう。もしツールが見つからなければここにその他のツールが隠されておりますので、ここから角丸長方形ツールとかいろいろと探してみてください。さあそしたらこれを使ってこんな感じで横に長く角丸長方形を描いていきましょう。するとこうなりますので、ここで線のストロークが表示されるようにしておきます。ただまたまた線の太さが1ピクセルになっていて、わざわざ設定するのはめんどくさいです。ということでさっき作ったこの線の太さを補色して手に入れていきましょう。ということで口のシェイプを選択した状態でショートカットキー I のスポイトツールに切り替えておいてから、これで外側の輪郭をスポイトで選択していきましょう。さあこれで補色完了。これで口のシェイプの線の太さは5になりました。スポイトツールは他のシェイプの塗りの色や線の色、そして線の太さなどを取り入れるときにとても便利です。さあ続いてこのお口はですね、またまた大賢者ことスマートガイドを使って真ん中のところに配置をしておきましょうか。とは言ってもこのままだとお口がまっすぐです。まっすぐなお口は嫌なのです。金魚みたいです。ということでこのお口をスマイルにしていくためにいろいろと準備をしていきたいのですが、ここでショートカットキー A のダイレクト選択ツールに切り替えておいてみましょう。
こうすることでお口のアンカーポイントと呼ばれるパスの上の点が見えるようになりますね。今回はこの真ん中のところにアンカーポイントが欲しいので、お口を選択した状態で上のオブジェクトのところからパスのメニューを見てみます。そしてここの中からアンカーポイントを追加というオプションを選択しておきましょう。するとお口の真ん中にアンカーポイントが2つ追加されておりますので、これをダイレクト選択ツールでシフトキーを押しながら両方選択します。そしたらこの状態でシフトキーを押しながら方向キーの下を押していくことで、この2つのアンカーポイントは下へとずれていきます。このままだとお口が V の字になってますので、この真ん中にあるぽっちりを上の方にドラッグしておくことで口の形がスマイルになります。しかしこれでもまだちょっと不自然ですね。なんだか端っこが滑らかではないので、余計な点は消しておいた方が良さそうです。そんな時はショートカットキー P のペンツールを使ってここの途中にある無駄なアンカーポイントを削除しておきましょう。ていてい。すると少し滑らかになったのではないでしょうか。そしたらこのシェイプは口なので、色は塗りのところから赤に指定しておきましょう。はい、とこんな感じでいいのではないでしょうか。これで基本的なシェイプが出来上がりましたので、この一番大きな円の方も塗りの色は水色にしておくといいですね。そしたらこいつは若干大きさを上げときましょうか。そして続いてはこのスライムに光と影を作っていきたいので、今回はすでに作ったこの口のシェイプを複製しておきましょう。複製だけならコマンド D ことコマンド D で複製することができます。こんな感じでいろんなショートカットキーを覚えることは RPG の呪文を覚えることに似ておりますので、ぜひとも覚えておくようにしましょう。そしたらこのシェイプは線は表示にしておいてから、塗りの色は白で設定をしておきましょう。そしたらこのシェイプの形とかは自由に変更していってみてください。ただ単に大きさとかを変更するだけでもいいですし、ペンツールを使ってアンカーポイントを削除しながら自分でシェイプをカスタマイズしていくといいです。基本的に私みたいに絵を描くのがそこまで上手でない人は、なるべくペンツールなどには頼らずにシェイプを使って描くと誰でも綺麗に描けますので、そこはあなたのスキルを考慮しながら描いてみてください。ペンツールを使うときはオルトキーを押しながらアンカーポイントから出てくる触覚みたいなものを動かしていくことで、こんな感じでカーブのところを調整していくことができます。もし消しすぎたとか思ったらコマンド Z で元に戻すことができます。コマンド Z は作業を一つ前に戻す、まさにザオラルの Z です。コマンド Z とかペンツールとかを使いながら、あなたの気に入るまでそれぞれのパーツとかは作成していってください。さあ、そしたらこの光の部分がいいと思ったら、あともう一個楕円形ツールで円を描いて付け加えていきましょうか。さあ、これでいい感じで光の反射具合が表現できたのではないでしょうか。この光の位置とかは適当に調整をしておいてください。さあ、続いてはまたまたペンツールを使って角的なものを描いていきましょう。ということでこんな感じでへの字をペンで描いたら、これまたスポイトツールで円の水色を選択しましょうか。するとこんな感じで角みたいなものが出来上がりです。そしたらこれは頭の上のところに配置しておきましょう。続いてこの角を右にもこんな感じで動かして配置していきたいのですが、このままだと同じものが揃っているだけなので、これからこの角を反転させる方法を見ていきましょう。角が一つの時に右クリックをしてから、その中にある変形を見てみます。するとリフレクトという項目がありますので、これを選択しましょう。ここで垂直方向に反転することを選んでおいて、このコピーボタンを押しましょうか。するとこの角が反転されてコピーされますので、これは右に置いておきます。角というよりもちょっと眉毛みたいです。これで2つともうまく配置していきたいのですが、このままだと線の端っこがちょん切れリンコしておりますので、線のパネルを開いておいてから、ここの線のプロファイルのところから端っこが細くなっているのを選んでいきましょう。すると線の端っこが尖りますね。さあ、それではこの角は完成なので、これからこのスライムにちょっとした影を作っていきましょうか。ということで、この一番大きな円をコマンド C でコピー、
コマンド F で全面に複製しておいて、この円は塗りの色をブラックに、そして線の色はなしにしておきましょう。そしたら顔面が黒くなっておりますが、これをもう一回コマンド C とコマンド F でもう一個全面に複製をしておきましょう。すると今ブラックのシェイプが2つ重なっている状態なので、一番手前のブラックのシェイプは左上の方向にずらしていきましょうか。こんな感じでしょう。これで一番前のシェイプはいい感じで、シェイプの形とかも調整しておきますね。さあ、それではこの状態で一番手前の黒い丸と下の黒い丸をシフトキーで選択しておいて、この2つはパスファインダーの中にある全面で型抜きを指定しておきましょう。するとここに前面の手前の形で型抜きされた黒い端切れみたいなものが出来上がります。これが影の部分です。ということで、この影の部分は不透明度のところでなるべく透明にしていきましょうか。今回は 22% くらいにしておきます。これと同じようなやり方で光が当たっている部分を今度は作っていきましょう。ということで同じことをしていきます。この大きなシェイプを複製しておいて、今回は塗りの色を白にしていきましょうか。おっと、なんかお餅みたいで美味しそうですね。食べちゃいたい。ということでこれを複製しておいてから、今度は右下のところにずらしておいて、これまたパスファインダーのところで全面で型抜きをしておいてから、不透明度をまた下げていきましょう。さあ、ということで今回のスライムのパーツが全て出来上がりました。下書きと比べてみましょうか。いい感じです。さあ、あとはこれをパーツをそれぞれ改めて見ていきながら、不自然なパーツとかがあれば各自で調整していけばいいのではないでしょうか。さあ、ということで今回の動画は以上です。楽しんでいただけたでしょうか。もしこの動画が少しでもためになったなと思ったら、コメント欄のところに進んで感想や気づきを書いてくだされば、スライムが仲間になりたそうにこちらを見てくれるかもしれません。ついでにチャンネル登録やシェアの方もよろしくお願いします。それではここまでご覧くださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。